空気が読める人は好かれる。ほとんどの人はそう思っています。でも実際は全く逆のことが起きている。飲み会の店を選ぶとき、全員の好みを聞いてアレルギーまで確認して予算も合わせる。完璧な店を予約する人、会議で反対意見があっても黙って飲み込む人、 LINE の返信を相手の温度感に完璧に合わせる人、相手がびっくりマークを使えばびっくりマークで返す。スタンプの数まで揃える。周りからはいい人と呼ばれている。でもなぜかその人の周りからは少しずつ人が離れていく。実はこのいい人は知らないうちに周囲に心理的な負担をかけてしまっています。本人は気遣いのつもりでも受け取る側にとっては重荷になっている。その負担が何なのか3つに分けて解剖します。1つ目の負担は罪悪感です。さっきの完璧な感じの人、すごくありがたいですよね。でもあなたはこう思ったことがないでしょうか。自分何も返せてないなと。心理学で偏方性の原理、もらった善意は返したくなるという心の動きです。でも相手の善意が大きすぎると同じ分を返しきれない。イメージしてください。あなたが LINE で長文の相談を送って相手から返ってきたのが了解の2文字だったら腹が立ちますよね。じゃあ逆に相手が毎回完璧な長文で返してきたらどうですか。返さなきゃと思う。でも返せない。その返せない罪悪感が毎日少しずつ積み上がっていく。この人と一緒にいると自分がダメな人間に見える。これが1つ目の負担です。2つ目の負担はもっと根深い。あなたにも経験がありませんか。友達にどこ行きたいと聞かれて、本当は行きたい場所があるのにどこでもいいよと答えたこと。あの瞬間あなたはいい人を演じた。でも相手はどう感じたか。この人本気で関わる気あるのかな。何を提案してもいいねという人、どんな場面でも笑顔で合わせてくる人、一見柔軟で協調的に見える。でも周囲はこう感じています。この人何を考えているかわからない。心理学ではこの状態を過剰適応と呼びます。周りに合わせる力が極端に高い代わりに自分自身の満足感が犠牲になっている。3年間毎週ランチを一緒に食べている同僚がいる。でもその人が本気で怒ったところも本気で喜んだところも一度も見たことがない。あなたはその人を親しいと呼べますか。全部合わせてくる人は裏表がないのではなく表しかない人に見えてしまう。あなたの職場にも一緒にいるとなぜか疲れる人がいませんか。想像してみてください。職場のランチ、5人のグループで店を決める場面です。1人が全員の好みを気にして何でもいいよと言う。するとその隣の人も合わせるよと言い始める。その隣も。最終的に5人全員が互いの顔色を伺いながら何食べたい、何でもいいよを繰り返している。誰も本音を言えないランチの完成です。空気を読みすぎる人がいると周囲にも自分もちゃんとしなきゃという圧力が生まれる。一人の読みすぎがグループ全体に伝染する。これが気疲れの連鎖、心理学で情動伝染と呼ばれる現象です。善意の配慮が周囲にも同じ水準の気遣いを暗に要求してしまう。あの人と一緒にいると疲れるの正体はこれです。じゃあ空気を読まない方がいいのか。違います。空気を読める人はそれだけで周りから必要とされています。問題は読むか読まないかじゃない、読みすぎることにある。じゃあちょうどいいラインはどこなのか。空気を読む力は間違いなく才能です。周りの感情を察して動ける人はそれだけで貴重な存在です。だから今の自分を変える必要はない。ただ一つだけ試してほしいことがあります。普段は周りに合わせていい。でもたまに一つだけ自分の本音を出してみてください。例えば友達と遊びに行くとき、いつもはどこでもいいよというところを今日は辛いもの食べたいなと一つだけ希望を出してみる。それだけで周囲は安心します。この人にもちゃんと好みがあるんだと。完璧な配慮よりちょっとしたわがままの方が実は信頼につながります。同じことが会議でも使えます。反対意見を言う必要はない。ただ賛成するとき、いいねで終わらせずに、いいね、特にこの部分が好きですと理由を一つだけ足してみる。それだけで何を考えているかわからない人からちゃんと考えている人に印象が変わります。なぜこれだけでいいのか。そもそも
全員を100点で満足させる必要がないからです。70点で十分。飲み会の店選びなら全員がまあいいねと言える店でいい。一人のアレルギーのためにメニューが半減する店を探し回らなくても、当日ごめん別のメニュー頼むわと言ってもらえばいいんです。あの完璧な店選びも、毎回の完璧な返信も、全部合わせる笑顔も、あのやりすぎた分こそが3つの負担の正体でした。70点でいいと決めた瞬間、あなたの配慮は重荷から心地よさに変わります。空気を読める人はそれだけですごい才能を持っています。でも読みすぎると周りの雰囲気まで重くなってしまう。基本はそのままでいい。ただたまに一つだけ自分の本音を出してみる。それだけであなたの空気を読む力は周りにとっても心地いいものに変わります。空気を読みすぎる人は雰囲気を守ろうとして自分を消していた。でも少しだけわがままを出した方がいい関係を築けるんです。違和感ラボでは日常の小さな違和感を専門知識で調査しています。次の調査でもあなたのなんでを調べます。